ティグラドドジョンです。今回はね、グランリーグ日本最強の15人集めたら世界一取れる説 Day2 になってまいりましたが、結果は36対32ということで、2日目はね、勝利することができました。初日はね、ちょっとね、敗北スタートというところでかなり嫌な立ち上がりになってしまったんですけど、今回はちょっとね、攻め残しが2本というところで、初日負けてしまったところもあって、気が抜けたというか、そういう感じですかね。はい。ただ、その分、全回数がめちゃくちゃ多くて、こけたアタック3つしかないんですよね。なので、13分の10全回ということで、アタック自体はたくさん見れます。はい。というわけで、早速見ていきましょう。さあ、上から順番に見ていくと、森尾さんがやってきますね。森尾さんは上から順番に配置を見ていく傾向がありそうですね。さあ、3時からシューターセットで、クイヒータウンホールの方にやっていく感じかな、これは。このこのクランはね、少し、全部じゃないんですけど、対策陣がちょいちょいあるクランになってましたね。あんまりレジェンドリーグとかでは対策陣を攻める機会もないでしょうし、出てるかもしんないけど、どうなんですかね。あんまり攻める機会は他の配置と比べたら少なくなりそうな感じですが、14の頃結構みんなね、対策陣は死ぬほど攻めてきたと。タウンホール14の方はね、1年半ぐらいあったからね、感覚的には、モノリスト呪文タワー追加されたっていうはいえ、他のボックス配置だったり、他のタイプの配置と比べると14との違いっていうのがそんなにないなって感じるようなタイプの配置になってるかな、対策陣というものは。当然ね、モノリスはすごい強くて、クイヒールートに結構選ばないといけない部分は出てくるんですけどね。14の時よりは無理ができない感じは当然あるですが。シュータールート、バカ強くないこれ。シューターポンって投げただけでこんなに伸びるのえぐすぎるな。これちょっとシューターに対して弱点があるというのをしっかり見抜いて、激強シューターぶっ刺さりですね。これクロスボウまで巻き込んでるし。さあ、ここは援軍とモノリス両方被るようなポイント。ここは、もう一回フリーズをかけていくような感じになりそうかな。火力。さあ、ここで、ものすごい火力が高くなってしまったところ。ストライカーからのね、攻撃も受けたことで、クイーンのね、攻撃速度が遅くなっていました。おっと、レイジ。ヒーラーだけにかかるレイジで、シンプルなミスですね。クイーンにも打った方がいいシーンなんですが、かなりずれてしまったかなというところ。キングロイヤルチャンピオンの方が9時から、投石のところもね、見つつ、ウォールブレイカー4枚持ってきてるんですけど、これはシンプルにレジェンド編成というところで使う予定はないという感じですかね。さあ、ラバーをスタートして、バルーンが進んで、ここでトームかな。投石のターゲットしっかり見切って、ここでトーム。テスラ出てますよね。クイーンの方で拾えると判断して無視するか。さあ、ここはマルチインフェルノにバルーンを集めて、インビジブルもきっちり決めつつ、あとは無駄にあるウォールブレーカーをどかどか回してっていうのは1000回ですね。出口作ってくれるかな？くれましたね。作ったけど、みたいなところ。作ったことで最後されましたね。はい。ナイス全開。シュータールートが激強でしたね。はい、ヤッターさん。ヤッターさんは、スーパーボーラー編成ですね。いつも見てもね、同じタイプの編成で変わらず、イエティと、エレクトロタイタンというところがね、1体ずつ。用途としてはイエティはサイドカットで、エレクトロタイタンは防衛援軍のケアみたいな感じで一緒に入れていくっていう使い方がすごく多くなってイエティの使い道としてサイドカットだけじゃなくて、こういう迫撃のタ取りができるっていうのもあって、レジェンドリーグとかでは結構重宝しそうですね。迫撃のタをこういうシューターだけで拾えるタイプのね、配置も、結構見るのでね、クロスボウがかかってるかどうか、迫撃砲だけかどうかっていうのがそこは見るべきポイントなんですけど。で、ヤッターさんの形は結構、この、オデヒーとシューターで挟んで真ん中をドッカンっていくタイプ。クランリーグの方は配置が選べるのでね、レジェンドリーグと違って。こういう、このやり方が刺さるタイプの配置を探して、毎回同じようなやり方でっていう形ですね。自分が取れる形、得意な形っていうのをちゃんと分かってる証拠かなというところで、一番刺さる形どういうのだっていうところですね。ウォールブレーカー中心部の方までしっかりつけていきつつ、4時の方がね、非常に強いシューター刺さって、アイゴレもかなり奥の方まで。防衛軍も結構美味しいですね。エレクトロタイタンというところ。アイゴレで一度、
こはもう中心部がフリーズで凍りつつ、スーパーボーラーも一緒に進んでね、キングトームをかましていきたいんですけど、ちょっとキングだけ先行してしまいました。こういう形があるので、キングはイエティ、いや、フロスティではなくて、フェニックスを使っていく形。中心部ドッカンって進むタイプはね、基本的にはフェニックスの方が強いんじゃないかなというところ。貫通力が低いな、これ。初日のアタックもね、非常に強かったんですけど、超刺さってますね。非常に刺さりやすい配置が、本当に大正解で選べているというところです。今回も、ロイヤルチャンピオンのブーメランが最後、あってもなくても変わらないような展開で、シューターから出てきたイエティをしっかり合わせてね、相手のヒーロー処理とか、これ結構こういう展開多いんで、投石のところって基本ヒーローいるんでね、そこ合わせて刈り取るのも大事です。さあ、スタドラさん。クイヒーラバルですね。さあ、タウンホール付近からクイヒースタートということで。スタドラのクイヒーも結構形が決まってて、タウンホールを真ん中結構クイヒー突っ込むような形で、片方のサイド、キング片方のサイドをシューターでサイドカット。クイーンをど真ん中ドッカーンっていう形。やり方というか自分の形持ってる人はね、それが結構やっぱ何においても強いっすよね。スポーツとかでもそうだし。このままタウンホールの方にクイーンをきっちり誘導していくと。結構ね、施設も多かったので、この辺の誘導簡単にやってますが、結構、やり慣れた人のタウンクイヒになってるかなというところ。さあ、ここインビジブルターしっかりフリーズかけて、その隙にタウンホール打ちたいんですが、最近、インビジブルターにね、合わせてリクスケルトンを置くことで、ここフリーズ2枚使わせることができるので、最近ちょっとこのリクスケっていうのがね、出てくることも多いですね。シンプルにインビジブルターがかかってるっていうのもあるし、リターンの呪文とかとね、使ってタウンホールだけ拾って戻るみたいなやつの対策にも一応なるんですよね。リターンの呪文で回収したいのに、タウンホールを打ってる間に、結局、用途としてはインビジブルターに2回フリーズを打たなきゃいけないっていうところが、うざいポイントの一つなんですが。ウォールブレーカー奥の方まで、シューターの燃焼ダメージも入ってるんで、これは左も開きそうですね。シューターめちゃくちゃ強いぞ、これ。さらに、インビジブルがかかっていって、クイーンが隠れて、シューター強えな、これ。さあ、ここはいいタイミングでのインビジブル。さあ、シューターの方に、イーグルどこロイちゃん行くこれ。うん。ちょっとロイちゃんの方がね、イーグルのタゲ受けるような感じにはなっちゃうんで、イーグルの管理してもいいポイントではあったかなというところ。中心部クイーンクロークで、クイーンロイヤルチャンピオン両サイド突破。ラバにもね、本当はかけたいと思だったんですが、ちょっとタイミング的に早く入りすぎてしまったところでしたね。ストライカーも添えることで相手のキングの方を処理していって、ロイヤルチャンピオンに被弾が入らないような形。さあもう呪文は使ってしまっているんで、回っていく感じになるんですけど、これクイーン最終、こっち来てくれたらめっちゃ強いな。シューターから出てきたね。来ましたね、マルチの方。バルーンの方はやっぱさっきのね、ラバトームもできなかったところだったり、もろもろで少し落ちてはいるんですが、クイヒールートがめちゃくちゃ強く、最後まで延命できたことで、前回まで繋がってますね。クイヒーが最後まで生き残るクイヒーがいいですね。さあ、クラウスとツイズラバル。1枚だけアイスラバが入っているという形ですが、さあ、ラバ立てしつつ突撃艦ですね。イーグル、マルチ、クロスボウ、クイーンあたり。当然、エングムスレーというところ。これ美味しいですね。なんかこういう配置の傾向のものに対しては、こういう突ウィズ刺さってるようなことも多いような気が。うん。最後の今の一振り強いな。大砲とアーチャータワーを吹き飛ばして。これをどっちにツーサイドするかですね。このままタウンホールの方に進めていくのか、逆サイド、12時の方に持っていくのかですが、そうなりますね。ってなるともう、この投石のケアをどうやってやっていくかっていうところと、タウンホールまで行くのかどうかっていうところが、ポイントになってくるかな。さあ、ここはゴブリンのサイドカットも入ったことで、クイーンを誘導していきつつ、キング展開。
ウォールブレーカー1枚2枚と使って、クイーンだけでも投石区画に入れつつ、ロイちゃんとかも刺す感じになるのかな。ウォールブレーカー1枚とりあえず。で、穴開けて、いいゴブリンですね。ベビードラマサイドカットして、ロイヤルチャンピオンも追加。1枚2枚とウォールブレーカーつけて、タウンホールの方まで、しっかりと道ができていく。このポイズンタワーちょっと嫌ですが。そしてタウン前からラバルも同時並行で進めていって、タウンホールの方はね、クイーンも一応打てるようにね、延命すればできるんですけど、ラバルの方もケアをするような形で、同時並行で進めていく。これトーム合わせる必要はそんなにはないんですけど、右のね、ラバストライカートームの方に合わせるような、タウン爆破というよりは、3時側の方にかけるイメージでのトームになりました。ロイヤルチャンピオン中心部、ここは D ギーがモノリス止めてくれて、激強。ウォーデンもここは一緒にモノリスを打ってくれて、裏にまだフリーズが2発あるという状況で、このまま GG です。いやー、最終的にはバルムがたくさん集まりつつ、うまいね。普段の対戦でね、クラスが突入ラバリやることってほとんどないんですけど、こうやって、基礎戦術みたいなのやってるのを見ると、やっぱりうまいなって思いますよね。普通のことは当然できるみたいな。よっちさん、グイヒーラバル、ウッドランチャー型ですかね。おっと、下から来た。火力もかなり高いところ。キングの方をキングで拾って、オデンゾの方をクイヒーで拾ってというところ。キングの祭壇も今のバルーンでケアができました。ランチャーからボマーに切り替えてますね。キングの方でいいサイドカット。ヨッチさんのクイヒーも結構特徴あるよな。やっぱクイヒーやる人って自分の形持ってる人が多いわよ。トツイズの人も結構同じ。やっぱ形持ってる人がね、多いよね、トッププレイヤーは。その形が1つ2つになりすぎちゃうと、プロシーンで 5V5 とかになった時にね、狙われてしまったり。毎回同じやり方してたらそりゃね、狙われるわけなので。そういったところがね、あれなんですが。いやー、そのエレクトロタイタンうざいな。ヒーラーを少しダメージ入りました。そうなると赤バクとかも拾いたくないというところ。モノリスさんヒーラーを焼かれたくないという話。ヒーラーがどんどん。このでも食いヒールと強えわ。いいっすね、その赤バク解除。ポイズンターンもあんまり受けたくないんだけど、受けちゃいましたね。タウンホールの方、これ黒くってもいいシーンだと思うけど、インビジブルで確実にと。黒くの方はもっと奥に使いたいというところですかね。結局黒くだな。じゃあ黒くスタートでよかったな。ヒーラーがね、やっぱ数減ってしまってるってところ。12時ボンバーも使いつつ、ここはラバストライカートームで入っていきます。クイーンの処理の方まではストライカー伸びなかったんですけど、ロイヤルチャンピオンがね、ラバルパートに進んで入っているので、そっちでケアしつつ、ボマーからは EAT が出てますね。ギリギリの HP タウンポイズンのところ、ヒーラー頑張って。やっばい。いや。倒すことができませんでした。これがヒーラーがね、落ちてしまったところという、トルネード。どっちにしろロイヤルチャンピオンが能力残った状況で延命ができていて、ラバルと一緒にロイヤルチャンピオンを混ぜ込んだことでクイーン処理やったりとか、ターゲットがね、ブレたりというところ。今回ね、ラバルパートにボマーまで使えたっていうところで、兵器一発余ってたところも強かったですね。ナイス全開。クイヒールートが非常にうまかったです。きっちり内側取るようにね、サイドカットもやりつつ。スミス。突入ラバルです。いや、ボマーだ。ボマーでタウンホール前へ進めていく形かな。テスラモリも結構出てるので、ボマー来ましたね。ここはポイズンタワーも潰しつつ、ボムタワーをボマーで潰すことによって、ボムタワーのダメージが入らないようなイメージですね。今のウォールブレーカーによってちょっとポイズンタワーも反応しかけてましたが、出てくれるならとちょっとポイントずれそうなタイミングではあったので、そういうの狙ってる可能性もあるよね。
おお、ぐるっと動きましたが、ここクイーンを打てそうと見て、アドリブでインビジブル延命していきました。クイーンの方はほぼほぼ瀕死というところまでダメージを入れることができたので、いいインビジブルの対応だったかなと思います。テスラマリがかなりここに固まっているので、ボマーパートの方もね、ヒーローパートもちょっとダメージを負っているような状況ですね。ここで早めのピスト使いつつ、アイゴリの方がまだ残ってるので、クイーンの方はもう一伸び。ロイヤルチャンピオンの方までやってくれて、テスラモリがね、もうこれで5本処理が終わってはいるので、結構伸びそうかな。ラバルパートもヒーローパートもここから止まるところがビッグスケルトンぐらいというところですね。ロイヤルチャンピオン進んで入って、ラバルパートを同時並行で進めていくんですが、援軍が当然処理はしてないので、ここで出てきました。ウォールブレーカー穴開けしてるんですけど、ロイヤルチャンピオンの方に引きつけてくれてる間にクイーンでここ、しれっと降りたいですね、モノリスマルチ。3時にここはトルネードが出つつ、マルチ IT、レイジタワーというところにここにトームを合わせていって、クイーンしれっとマルチ IT まで伸ばすことができましたね。呪文はこれで打ち切りというところ、マルチ IT がレイジタワーに乗ってかなり強くなってるんですけど、数でご利用しができそう。ロイヤルチャンピオンクイーンの方が、このまま HP 低いんですけど、残っていって、このスーサイドパートが終わらずに進めることのメリットとして、こういうね、ラバルパートと合流して、ヒーローが生き残りやすいみたいなところもあるよね。最近のスーサイドはね、スーサイドに見せかけてヒーローを殺さないみたいなのもね、テクニックの一部になっているので、いい展開、いいタイミングでできるといいかなというところです。さあ、ヒロヤさん61天才ですね。マルチ IT、呪文タワー2つ。それはえぐい。レイジタワーとポイズンタワー、マルチ IT、対地クロスというところで、バックアド天才。キング使って、ここは戻していって、ウォールブレーカー、投石入ったね。キングを追って、クイーン、逆や、クイーンを追ってキングのルートがちょっとめちゃめちゃなっちゃった。まあ。そしてここのウッドランチャールート強いっすね。これ結構チャスマックっぽいプランだなっていう。天才からのウッドランチャー。昔13とかではね、結構クラスもよくやってるようなこのウッドランチャーですが、あんまりね、タウンホール15で最近見ないからね、こういうところ。さあ、いいロケバルすぎるな、今の。ソロワの大量解除からのトルネードまで解除して、ロイヤルチャンピオンが上から来つつ、ジャスマックのね、他のメンバーも、イコールさんとかこういう攻め結構やるイメージありますね。ラビさんとかもたまに、天才ラバル結構多いよね。最近やっぱり、ナビとね、対戦する機会も多く、世界大会の方もね、ジャスマックが勝ち上がることも多くなってきたので、いろいろね、こっちのリプレイも見ることも多くなり、クランリーグ以外のね、ガチ戦でのアタックも見ることができて、いろんな、攻めの傾向とかがね、分かってきます。ナビの方がね、一発で抜けてくれたので、次に続いてね、チャスマック、GS の方も EA の方も、3クランでね、日本大会、日本クランね、勝ち上がってくれたら面白いですよね。その3クランだけじゃなくて、他のクランにも当然勝ち上がっていってほしいというところですが、現状目立ってるのがやっぱりその3クランというところで、その代表としてね、チャスマック、EA というところが、かなり惜しいところまで行ってる部分が多いので、チャスマック2つには頑張ってほしいですね。クイヒドラゴンライダーの52天才なんですけども、めちゃめちゃ美しくない全開だったことを覚えております。51とクエイク1発を分けて撃つんですけど、このシングライティに5発撃って、タウンホール起動にクエイク1発って流れなんですけど、チャクインさん流れとしてはね、このマルチ IT 区画にね、クイヒを入れてタウンホールシューターで拾っていくっていうプランだったんですけど、どうやらそういうこともやりたくなかったようで、こちらに来てしまいました。プラトゥーンスキンです。はい。どうしよっかっていう、もうこれ。シューターとクイーンのルートが被って、シューターがほとんど仕事をしないのに上で、もうこのね、
天才も腐りそうで困りましたね、これはね。うん。困ってました。はい。どうしよっかって。まあ、やるしかないんでね。このやるしかないルートを決めてる感じですね、今。で、本当はね、もっと貯めて進めていきたいところもあるんですけど、この入りになってしまった以上、もうここから始めていくのがベストと感じて、9時から始めていきます。ドラゴンライダー進めつつ、キングを再度つけて、まあ、51点差は、まあ、同じところ打ってきましたね。で、援軍と当たるところなので、ここはもうポイズン打ちつつ、ストライカーもかけてのトームと。シューターの方がこれは2時に、まあ、本来食い火入れてきたかったところ指して、まあ、安いとかもね、逆光なんでね、ドラゴンライダードルートとしてはまあ微妙なポイントでもあるんですけど、まあ、レイジタワーがあるっていうところと、その辺の関係性で、初手トームでぶちかましていくところが一番いいのが9時というところ。食い火のルートとの兼ね合いでもね。ここストライカー添えてクイーンと当たるところ、タイミング完璧じゃないこれ見て。クイーンとクイーンが当たるところ、ストライカー完璧ですね、これね。非常にいいストライカーが刺さってきました。これぐらいです、褒められる点は。ロイヤルチャンピオンがここで落ちていって、ロケバルが走ってきてくれました。非常に素晴らしいです。これによってクロークが温存できたので、キングと当たるところにここでクロークを合わせていって、まあ、キングがね、やっぱね、フェニックスがついているっていうところと、まあ、ディギーも一緒にこれロイヤルチャンピオンがね、残してくれた遺産でね、ウォーデンとキングが歩いてくれていることによって、ここ頑張ってくれてます。で、投石のタゲをクイーンが拾ってくれてるので、裏をあとはギリギリ回収していけば、細かいユニットでね、最後拾っていくような形。こういうのカズマくんうまいんだけど。ごちゃごちゃしてる中でね、対空砲のターゲットがフェニックスについた瞬間にガーゴイルの方は大砲に連打して、このままこれよし全開という形ですね。いやー、まあ全開になってよかったんじゃないでしょうか。こういうのはね、結果として全開になるかどうかがね、一番大事なんでね、プランは崩れても取れるかどうか、非常にあれなところではありましたが、あんまりいい全開ではないですけどね。はい。さあ、この配置はね、ナビの方でも何度か出たことがある配置で、その時全開取ってる方法。その時確かベルナウとかがね、食い火、直近でもう出てたし、全く同じプランでやってますね。突イエティで。なぜか、毎回言ってるんですけど、なぜか1マス空いてるこの区画のところを、一番最初、カズマくんが攻めた時は確かキングをここに入れてたんですけど、それ以降、ベルナウがね、ここ突イエティする方が、基本的に強かったっていうのがね、何度かのリプレイの結論になって、ガクはそれを採用した形かな。ガク自身がこの配置を攻めてた記憶はちょっとないけど、このままね、ウォールブレーカーでこのポイズンターンのところつけて、中心部突破して、ラバルをタウンホールからっていうところ、覚えてる人いるかなどうだろう。くまなくね、僕のチャンネルをチェックしてる人ならば見たことある配置見たことあるやり方かな。そういう攻めに見えると思います。対策陣っていうところもあってね、火力が他の密集している配置よりもやっぱり緩いので、食い火としても比較的やりやすそう。ルート通りがね、しっかり取れるかどうかみたいなのは大事ですけど、ウォールブレーカー事前に開けておくことで、ポイズンターンに対して、ウォールブレーカー一発つけることができて、フィストでブラしつつ、これクイーンの方はクイーンで処理ができましたね。キングロイちゃんパートに当たらずクイーン処理ができたのは美味しすぎる。ここはインビジブルで、モノリスのターゲット外しつつ、次のターゲットはクイーン拾いましたね。フリーズは、どう打つかな呪文たくさんあるし、打ちましたね。で、タウンホールの方にもこれはフリーズを合わせて打っていくと。貫通してロイヤルチャンピオンと当たりつつ、モノリスの方までしっかりタウンホール越しにね、フリーズかけていったので、そしてヘイストトーム。で、奥でクローク。このクロークを残せるかどうかがね、食い火最後まで生き残るかな。重要です。レイジタワーに乗ってるのもあって、ここにレイジを置きつつ、まだ呪文がね、レイジ1枚残っているというところ、突イエティでレイジ1枚使って、タウンホールラバルとかでもね、レイジ1枚使ってるにもかかわらず、やっぱり突イエティでルート作ったところと対策陣っていうところでね、あんまり火力が上がらなかったところもあって、
比較的、呪文も残りやすい展開を作ることができた感じ。ただ、ロイヤルチャンピオンの、ね、能力が、もうここからスタートで最後まで残ることができて、タウントーム一種に合わせてやってったってところですね。さあ、ナイス前回バーサス。カズマくん、得意の編成ですが、ヘイストが今回1枚入ってますね。で、ウッドランチャーというところで、あんまりカズマくんのラバルでヘイストが入ってることは最近多くはなかったんですけど、わざわざ積んでるということで、比較的ヘイストの重要性がある配置を選んだ形かな。キングウッドランチャー、なるほど。リコーデンまで来ましたね。得意ですよね、このリコーデン型のウィヒーは。ここで強えな。ナイストーム。いや、これもうまいな。ルート取りうまいな。いやー、これは、タウンホール14の頃のように爆伸びをさせて、あと拾っていくって感じですかね。エレクトロタイタンがちょっとキングの方で処理するのがめんどくさい感じになっていったんですが、中心部にここ、イエティの方もレイジをかけていって、モノリス降りたいっすね。モデも生きてるしね。モノリスまでいけるね。いやー。レイジ3枚編成ですからね、このカズマくんの。これラバル始まる前に。これは強いな。もう、最後のレイジ。ちょっと浅い気もするけど。これがね、タウンホールからのタゲしか入ってないので、今動いたんでアーチャーと入るけど、そうなるとちょっとレイジが外れちゃうっていうところで、もうちょい奥に置いてもいいシーンだったような気はするけど、もう十分ですね。いや、ラバルパート始まる前にもうおかしなことになってるって、本当にもう裏ここだけなんで、あとはもう落ち着いて、そして呪文もまだフリーズ4発、インビジブル2発というところで、サポート呪文がね、盛りだくさんです。クロスボウのターゲットがクイーンに入らないように、ダブルフリーズと、いや違う、トリプルフリーズだ。トリプルフリーズぶちかましラストもう一回フリーズをかけていって、インビジブルも2発残ってるような状況。さあ、残ったユニット全部ばらまいて、クイーン、キングに対してポイズン打ってますね。相手の防衛援軍っていうところがトームかけつつの処理だったし、エレクトロタイタンっていうところで、ポイズンを置いたところでみたいなところなので。いや、これはえぐいな。素晴らしいですね。ガーサス。インビジブル隠してたんだ。はい。はい、というわけでね、終わりまして36対32というところで、スコア自体はちょっと微妙な感じではあるんですが、前回自体はね、10本とかなり多くの前回を見ることができました。すでにね、昨日のアタックも、上がってるんですけど、Day1 のアタックも、Day1 のアタックもかなり質が高く、Day2 のアタックもね、かなり質が高く、集まってるメンバーがね、日本最強のメンバーというところで、非常にいいアタックが多かったですね。とはいえね、真似できるところがたくさんあるとは思いますので、ぜひやってみてください。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録を